レベル5。皆さんこんばんは。レベル5の日野です。本日は稲妻11大戦略発表会ということで、稲妻11シリーズの今後について新しい情報をお届けしていきます。スマートフォン向け新作稲妻11クロスでは6月の配信に向けて事前登録も開始されています。そしてビクトリーロードでも今後のアップデートに向けた新たな展開が進んでいます。2026年の稲妻11がどう動いていくのか、ぜひ最後までご覧ください。それではまず稲妻11英雄たちのビクトリーロードの情報です。今回はチーム編成の楽しさをさらに広げる新たなシステムを紹介します。その名もシナジーアタッチメントです。まずはビルドチャージのおさらいとシナジーアタッチメントの紹介映像をご覧ください。稲妻11。何度やっても全然勝てないな。春、ビルドって知ってる？ビルド？なんとなくは聞いたことあるけど。ビルドは同じチームにいることで能力を高め合うことができる組み合わせのこと。ビルドを組むことでチーム全体をより強くできるんだ。なるほど。そしてそのビルドの力をさらに引き出すのがビルドチャージ。ビルドチャージ？特定のプレイをすることでビルドチャージがたまり、1から5段階で効果が強化されるんだ。レベルアップしていくってこと？そう。ビルドチャージはビルドによってため方や効果が違う。どのビルドになるかはチーム内で最も多いビルドタイプパッシブによって決まるよ。とにかく同じビルドタイプパッシブを集めればいいんだね。うん。例えば正義ビルドは一定時間ファールを起こさなければだんだんとビルドチャージが上がっていく。おお、増えてる。チャージのレベルが高くなるほど局地戦で勝ちやすくなったり、シュートの威力が強化されて安定して強い攻撃ができるようになるんだ。それとシナジーアタッチメントも覚えておくといいよ。シナジーアタッチメント？シナジーアタッチメントは関係の深い特定の選手を組み合わせることでチーム全体にバフが発動するチーム強化アイテムなんだ。誰でも発動するわけじゃないんだね。そう。一部の特別な組み合わせだけが発動できる、いわばロマンのある強化要素なんだ。選手同士の関係性までチーム作りに活かせるんだね。そのアイテムはどうやって使うの？ショップで入手してチームドックに設定する。オフェンス系とディフェンス系それぞれ一つずつ装備できるよ。わかった、やってみるよ。やった、今度はちゃんと勝てた。いい感じだね。ビルドチャージとシナジーアタッチメントを意識すればチーム作りも対戦もぐっと面白くなるんだ。よーし、俺だけの組み合わせでもっと強いチームを作ってみせるよ。いかがでしたでしょうか。運命くんのおかげで遠藤春は強いチームが作れそうですね。まずビルドというのはチームの強化指針のようなものです。ラフプレーでいくのか、正々堂々と勝負しテンションを貯めていくのか、自分のチームの戦う方向性を決定します。自分のチームのビルドに合った戦い方をすればビルドチャージという強化レベルが上がり、チーム全体にかかるバフによってチームが強くなっていきます。ビルドの選択と戦い方の連携が重要になってきます。そして今回チームをさらに強化する新システムとしてシナジーアタッチメントが登場します。シナジーアタッチメントはチームに装備することで特定の条件を満たした時にバフが発動するチーム強化アイテムです。シナジーアタッチメントには2種類あり、攻撃系のバフがかかるものをシナジーフラッグ、守備系のバフがかかるものはシナジーピラー。これらを総称して
シナジーアタッチメントと呼びます。発動条件は特定のキャラクター同士の組み合わせです。過去の稲妻イレブンシリーズで関わりのあったキャラクターたちを同じチームに入れることでチーム全体にバフ効果が発生します。例えば雪原に宿る兄弟の絆というフラッグを装備して吹雪兄弟を同じチームに入れているとシュート時に AT ボーナスが発生します。また時空を超えた親子というピラーではフェイルーンとナノバナきなこを入れることで KP や DF にボーナスがつきます。シナジーアタッチメントはチームに最大2つまで装備することができます。2つのアタッチメントをうまく機能させることができればチームビルドと同様に大きな強化につながります。これまでのチーム編成ではどのビルドで戦うかが大きな軸になっていましたが、シナジーアタッチメントによってビルドとはまた違う方向から選手の組み合わせを考える楽しさが生まれます。またシナジーアタッチメントはショップに並び新たに集めていくアイテムとして登場します。過去の稲妻イレブンのストーリーでのキャラ同士の関係性に特別な思いがある人はその組み合わせで選手集めをしてチームを強化することができるのです。チームのビルド以外でのキャラ収集の新たな指針となり選手集めがより楽しくなると思います。ではここで次回アップデート新たなるキックオフの紹介映像をご覧ください。稲妻イレブン。新たなルートが見つかったぞ。ささなみ運命の世界のクロニクルルートじゃ。これなんだろう。すごく温かくて強い思いを感じる。じゃあ行くよ、ささなみ運命の世界へ。いかがでしたでしょうか。ここからシーズナル選手の輩出が始まり、大会システムに向けたチーム作りも本格的に動き出していきます。その新しいスタートを切るアップデートとして新たなるキックオフ DLC というタイトルにしました。いよいよ大会専用の選手、シーズナル選手の輩出が始まります。最初の大会シーズンとなるプレシーズンではシーズナル選手の第1期生として合計120名の選手が登場します。シーズナル選手は今回のアップデートから大会本戦が始まるまで段階的に解放されていきます。大会ではピッチ上に常に5人以上のシーズナル選手が出場している必要があります。つまり6人のこれまで自分が育ててきた選手と5人のシーズナル選手の組み合わせで大会出場用のチームを作ることになります。ではその大会システムがどのようなものなのか、こちらの映像をご覧ください。稲妻イレブン。さあいよいよやってまいりました。大会システムビクトリーロード。これまで育ててきたチームの実力を試す大舞台がやってきました。今回は大会システムの遊び方を実況解説の角間啓太が分かりやすく紹介します。まずは大会システムの流れを説明します。大会システムはシーズン制で行われるオンライン大会です。日本、アジア、欧州、北米中南米の4リージョンで開催されます。
プレイヤーの皆さんは大会開催後に参加したいリージョンを選択することでエントリーが完了します。リージョンを選択すると同じリージョン内のサーバーブロックに振り分けられます。大会中は振り分けられたサーバーブロック内のプレイヤー同士で対戦していきます。大会は予選マッチ、本戦マッチ、決勝トーナメントの3段階で進行します。続いて大会期間中に輩出されるシーズナル選手について説明します。大会に参加するにはシーズナル選手を5名以上ピッチ上に出場させる必要があります。シーズナル選手はオンライン対戦の他にフリー対戦やクロニクルモードなどさまざまな試合で獲得できます。獲得できるシーズナル選手はシーズンごとに変わり、第1期では合計120名が登場します。大会用に編成したチームを試す場合はカジュアルマッチを活用しましょう。カジュアルマッチは大会と同じルールで遊べる大会練習用のモードです。開催期間中はいつでも対戦でき、成績を気にせずチーム編成や戦術を気軽に試すことができます。またカジュアルマッチなどのオンライン対戦では経験値やスピリットを多く獲得できるため、シーズナル選手の入手や育成にも役立ちます。チームの準備ができたらいよいよ大会本番です。最初に行われるのは予選マッチ。予選マッチでは他プレイヤーの登録データを元にした CPU と対戦します。試合の勝敗に応じてポイントを獲得。予選マッチは何度でも挑戦でき、獲得したポイントの高い試合結果が集計されランキングに反映されます。ランキングで一定の順位に入ると本戦マッチへの出場権を獲得できます。本戦マッチでは予選を勝ち上がったプレイヤー同士による対戦が行われます。本戦マッチも何度でも対戦できますが、試合可能な時間帯が設定されています。決勝の舞台では本戦を勝ち抜いた16名のプレイヤーが優勝を目指して激突。出場権を獲得したプレイヤー同士で試合時間を決め対戦を行います。最後に大会システムで獲得できる報酬について紹介します。試合数やランキングに応じてさまざまな報酬を獲得できます。さらに大会システムで獲得できるトークンは大会ショップの各種アイテムと交換できます。ここまで大会システムビクトリーロードの基本的な流れをお伝えしました。自分だけのチームで勝ち上がり頂点を目指しましょう。最初の公式大会となるビクトリーロードベータの開催は新たなるキックオフ DLC 以降のアップデートにて機能が開放され始まります。今回の DLC では大会に向けた準備期間としてシーズナル選手の輩出が始まり、そしてなんと今回のアップデートから大会練習モードカジュアルマッチが開放されます。このモードでは大会と同じルールで対戦ができるようになります。チーム作りを楽しみながらやっていただきたいと思います。最新のバージョンではプレイヤーの皆様の声を反映し多くの修正を行いました。それでは今回の調整内容をお伝えします。まずは試合バランス対戦の調整です。ビルドチャージパッシブスキルのバランス調整、必殺気合の使用調整、 AI ランクマッチでは監督 AI モードのみ使用可能に変更、スーパータクティクスのオンオフ機能の追加、ブロック・ザ・キーマンの使用範囲制限、ループシュートではシュート威力が減少するように変更。次に育成厳選周りです。低レベルパッシブを廃止し5つのパッシブ全てが高レベルのみに、レベル未達時のパッシブアイコン表示、選手バンク内でのパッシブ絞り込み機能を追加、ヒーロー所持上限の撤廃、ランクマッチで降参された場合の報酬追加、ビクトリーストーンビクトリースターのオフライン入手経路追加、新たな可能性の週での販売個数の増加、そしてマイドッグ対戦の実装、ランクマッチの BGM スタジアム選択機能追加、連戦機能追加、監督 AI 時のハーフタイム自動送り機能追加、特訓対戦などで選択できる BGM の追加、クロニクルモードの新難易度
超ヒーローバトル追加、クロニクルモードの新難易度レジェンド対戦追加。これからもプレイヤーの皆さんからいただいた意見を踏まえ、皆さんにより快適な環境で大会に挑んでいただけるよう一つ一つ丁寧に改善していきたいと思います。ここでコラボ情報です。カードファイトヴァンガードにてタイトルスタートデッキ稲妻11南雲原中と稲妻11来門中クロニクルの2種類、さらにコラボカードが収録されたブースターパック虚栄襲来が6月19日に発売されます。このデッキだけでヴァンガードを始めることができます。カードの世界で活躍する稲妻11のキャラクターたちをぜひ楽しみにしていてください。続いてはスマートフォン向け新作稲妻11クロスの情報です。6月配信予定としてお知らせしていた本作ですが、いよいよ正式なリリース日を発表します。稲妻11クロスは6月9日にリリース決定となりました。また前日6月8日より事前ダウンロードを開始いたします。ではここですでに公開されている PV となりますが、改めてご覧ください。稲妻11新作スマホで登場。新たな主人公が繰り広げるオリジナルストーリー。気軽に楽しめるオート操作と直感的なコマンド選択でいつでもどこでも大迫力の試合があなたの手の中に。隙間時間でサクサク育成。お気に入りの選手を強化して君だけの最強11を編成しよう。君と新たな稲妻11の物語がクロスする。稲妻11クロス事前登録受付中。今回ご紹介するのは初公開となる機能クロスラウンジです。このクロスラウンジではゲーム内で獲得したクロスラウンジ専用のアイテムを飾ることができる一種の箱庭要素のあるコンテンツです。タペストリーやカーペットなどをカスタマイズしてラウンジの見た目を自分好みに変えることもできます。そしてキャラクターの信頼度を上げることで手に入るぬいぐるみもラウンジに設置できます。試合をするだけでなく自分だけの空間を作り上げていく感覚を楽しんでいただける機能です。ぜひリリース後はクロスラウンジも楽しんでみてください。現在実施中の事前登録ではおかげさまで20万人を達成することができました。20万人達成の報酬アイテムペンギンウェアはこちらとなっております。また事前登録キャンペーンの中で帝国豪円寺の必殺技を当てるキャンペーンを実施していました。本日はその必殺技をお見せしたいと思います。正解はインフェルノペンギンです。豪円寺といえば炎を連想させる必殺技が多いですが、帝国のユニフォームをまとっている豪円寺、そこに皇帝ペンギン2号との合わせ技となりました。豪円寺が放つ新たな一撃をぜひゲーム内で体験してみてください。また稲妻11クロスのリリースを記念して本日5月29日より
アニメ稲妻イレブン世界への挑戦編を期間限定で無料公開します。レベル5公式 YouTube チャンネルにて3週にわたって順次公開していく予定です。稲妻イレブンクロスはこの世界への挑戦編の後の物語となります。クロスをより楽しんでいただくためにもぜひご覧ください。続いて藪野天也先生による稲妻イレブンクロスの前日談についてのお知らせです。稲妻イレブン漫画版でおなじみの藪野天也先生に今回も漫画を描いていただきます。稲妻イレブンクロスは完全新作のストーリーになりますが、この前日談ではゲーム本編のストーリーにつながる物語が描かれています。主人公陽と行方不明となる弟カナダとの関係、そしてゲーム本編にも関わってくる新しいキャラクターも登場します。ゲームを遊ぶ前に読んでいただくことで、主人公や登場キャラクターたちがどんな思いを持って物語に入っていくのか、より深く感じていただける内容になっています。藪野先生ならではの勢いのあるキャラクター表現や熱いドラマにも注目していただきたいです。こちらの前日談は週刊コロコロコミック公式サイトにて無料で読むことができます。ゲーム本編と合わせてぜひ前日談も楽しんでください。さらに稲妻イレブンクロスを盛り上げるテーマ曲も決定しました。ちょっと変わったタイトルなのですが、歪みです。実は冒頭でも少し流れていたんです。お気づきでしたか？今回は T-PIS さんになんと2曲も書き下ろしていただきました。クロスのストーリーや世界観を表現したかっこいい楽曲となっています。今後 PV や様々なところで盛り上げてくれますのでお楽しみに。そしてここで稲妻イレブンクロスに関する大きな発表があります。これが日本の青き稲妻だ。このしびれるようなプレッシャー、悪くない。サムライペンギン2号。最高の景色はみんなで見るから最高なんだ。サムライショット。稲妻イレブンとサッカー日本代表2026を同じ世界で楽しめる特別な企画です。サッカーが盛り上がっている6月14日より開始いたします。そしてこの企画ならではの特別な一枚もご覧ください。稲妻イレブンのキャラクターたちがサッカー日本代表のユニフォームを身にまとい、同じ夢を追いかけるように並び立つ、かなり特別なビジュアルとなっています。稲妻イレブンの熱さとサッカー日本代表2026の高揚感が一つになった、ぜひじっくり見ていただきたいイラストです。そして期間限定キャラクターとして日本代表のユニフォームを着た遠藤守と木戸優斗がガチャに登場します。この2人はそれぞれ専用の新たな必殺技を覚えています。今回遠藤くんの新必殺技は風属性となっています。さらにいつものゴールキーパーではなくミッドフィルダーとして登場するのも大きなポイントです。さらに日本代表ユニフォームはアイテムとしても販売します。このユニフォームはどのキャラクターにも着せることができます。遠藤や木戸だけでなく皆さんのお気に入りの選手にも着せて自分だけの日本代表チームを作ってみてください。また期間中にログインすることで先ほどご紹介したクロスラウンジのアイテムが無料で受け取れますのでお楽しみに。また先ほど公開した本プロジェクトのイメージイラストなのですが、都内複数で実際に見ることができます。本日は一部先行してご紹介します。東京メトロ丸の内線新宿駅メトロプロムナードの地下通路にて6月15日から6月21日に掲載される予定です。さらにこのイラストを載せたアドトラックも同じタイミングで渋谷新宿を走行予定です。また渋谷エリアでもこのイメージイラストや PV を見られる予定となっております。掲載場所の詳細は
後日お知らせさせていただきます。稲妻イレブンとサッカー日本代表2026がどのように重なるのか、ぜひ楽しみにしていてください。稲妻イレブンクロスはスマートフォンで楽しめる新しい稲妻イレブンとしていよいよ皆さんにお届けできる段階まで来ました。育成シミュレーションとしての遊びやすさ、チームを作る楽しさ、そして稲妻イレブンらしい熱いドラマをスマホでもしっかり楽しんでいただけたらと思います。稲妻イレブンクロスは2026年6月9日リリース予定です。ぜひ楽しみにお待ちください。さていかがだったでしょうか。今回は稲妻イレブン英雄たちのビクトリーロードの今後のアップデート情報と稲妻イレブンクロスの最新情報についてお届けしました。世界中でサッカーへの熱気が高まっていく今、稲妻イレブンも皆さんと一緒にどんどん盛り上げていきたいと思っています。それではこれからの稲妻イレブンにご期待ください。